どうもこんばんは。ゆっくり解説のミケポンとあっくんです。本日はバンドマン界の最大の謎を20年以上やっているのになんでやめないのにお答えしていくよ。なんだい ?20 年以上やってるのにやめないバンドって。そうなんだ。バンドマン界には不思議なバンドがいて、20年間も売れないし、誰にも助けてもらえないし、誰にも愛されないし、誰にも評価されないのに続けているバンドがいるんだよ。そんなバンドがいるんだ。ありえないよね。なんてバンドなの？それが今回ご紹介する滑稽のドアだ。滑稽のドア？そんなバンドがいるんだ。日本のバンドだよね。そう、滑稽のドア、日本のバンドで、およそ2001年あたりに日本の横浜で誕生したツーピースバンドなんだ。ツーピースバンドなんだ。どんなバンドなの？一言で言えばよくわからないよね。よくわからないんだ。でもさ、なんでそんな20年もやってるのにさ、売れないんだい？これはね、とてもいいことを言ってはくる。いいこと？どういうことだいミケポン。そう。このバンドは20年も続けているのに売れない。この最大の謎の答えはこれだ。才能がない。センスもない。結果、人気もない。この3つだね。どういうことだい？才能もない、センスもない。じゃあ、そんな人たちが20年もやってるのさ。いいことを言ったね。はっくん。この答えはなかなか難しいんだけども、一言で言うならば、この日本語が非常に当てはまると思うんだ。惰性。これだ。惰性。この惰性というものはね、バンドマンだけに限らず、あらゆる日常生活に潜む人間の大きな闇の一つなんだ。確かにそういうのはあるかもな。毎日会社に行きたくないのに、やっぱり行ってしまったりするよね。そう。なんとなく付き合ってみた、なんかよくわかんない。結婚して、なんかうまいこと、ちょっと、結婚も、いいか、って、特にお互い一緒にいる意味もないし、価値もないのに続けている、そういった婚姻関係と一緒だね。これはなかなか人間の奥底に潜む、なんというかな気持ちだね。そう。そして、じゃあこのバンドが、なぜ20年間続いてきたか、もう一つの謎。なぜ彼らは音楽をやっているの？これについても解説していきたいな。気になるな。多分彼らはね、最初の頃はね、てっぺん取ったね。音楽？これで俺たちが新しい曲で、この中変えてある。おそらくこう思ってたんだと思うよ。生きが良かったんだね。そう。生きも良ければ生きがってもいたね。時は2001年頃。およそその頃にはもう下火にはありましたが、プランティ・デッド・シティ、ミッシェル・ガン・エレファント、アジャン・カンフー・ジュネソン、名だたるバンドたちが世の中に出ていたんだ。あれだね。なんというか、盛り上がっていたんだね。そう。なんというか、盛り上がっていたんだよ。その時に、ボーカルのミケラというのが、こう思ったらしい。プランティ・デッド・シティは3ピース。ミッシェル・ガン・エレファントは4ピース。俺次2ピース組んじゃないそんなことを思ってたと彼は言ってるね。後年。死ぬ間際に。明らかに後付けっぽいけど、でも確かに2ピースでバンドをやってるって、珍しいっちゃ珍しいのかな。そう。今でこそあらゆる2ピースバンドが世の中にはいますが、その当時一切2ピースバンドなんていなかったんだ。ちなみにその頃1本あたりライブをやらに払わなきゃいけないノルマというものがあったんだ。ノルマってなんだいミケポン。なぜかその当時から今まで永遠と続くライブハウスの闇、ノルマ、これに関してはね、いろいろと話したいことはあるけれども、かいつまんで言えば、出演するたんびに逆にお金を払っていたんだ。なんていうのかな。こういった言い方が正しいかわからないけど、上納金みたいなものなのかな。平たく言えばそうだね。そんな、2ピースバンドとして始めた滑稽なドア。最初の5年間、彼らは1回のライブごとに毎回3万から5万までを常に払っていたんだって。3万から5万円？だって、そんなの2人で割ったら、結構なお値段じゃないか。しかもその頃彼らは、やっぱ、ライブに出ないと実力とかつかないから、ライブが打たなきゃいけないっしょ。やってみようか。1年。という、なんていうか、な感じで、ライブを月に6本から8本、バンバン打っていたんだ。そんなことしたらお金がなくなっちゃうじゃないか。そうだね。実際に、後年、ミケラ氏に聞いたところ、だいたい毎月、借金だらけで、だいたい毎月、バイト先の後輩に頭を下げて、だいたい毎月、返済、借り入れ、これをずっとやってたんだって。バカだね。なんていうかだな。自転車操業って言うのかな。そう、これが一つのバンドの中での深い闇の一つ。
自転車操業です。でもそんな中でも彼らは偉かったんだね。おかしいな。だって、そんなにお金が減っていくんでしょ。ことしてたら生活が破綻しちゃうよ。そう。当然ミケラ氏は言ってるよ。今でも破綻してる。そんな風に言っているね。だったら払えない税金とある市役所から電話がかかってきて、もう差し押さえるんで、そんなこともよくあったし、まだ20数年前だ。まだ固定回線という電話があったんだね。電話にはもちろん出れません。なぜなら、この電話の主は大家さんだったんだね。うわぁ、なんだかいろんな方向から攻められてるじゃないか。そんなんでバンドってやっていけるもんなの？だよ、言うとやっていけてはなかったんだ。だけど彼は頑張ったんだね。なんか電気、ガス、水道すべてが止まって、翌日、明日、うちの企画ライブあるんでよかったら来てください。言ってたんだね。払う金もないのに後輩からお金を借りて、バンドマンの企画ライブ、猫発、足しげく、通っていったというんだ彼は。なんていうか、ちょっと、頭があれだね。あってる。そうだね、あれだね。だってもう生活が立ち行かなくなってるじゃないか。だけど、個人的に思うんだけど、それってあの言葉に近づいてるような気がするんだ。なんだいあの言葉って。そう、惰性。惰性ってよく聞いたりするけど、やっぱり、なんていうか、とっても怖いことなんだね。そうだよ、あったの。彼らは、この後も活動を続けるなら、ここで一つ疑問が出てくるんだ。疑問ってなんだい？相方のドラマー、三川の氏は、なんで破産してないの？さあ、これに対しては彼の当時の貴重なインタビューがあるんで、その音声をどうぞ。いや、まあ、ね、一応、お恥ずかしいですけど、実家済みなんで、まあそんなに、まあね、家賃とかないんで、まあそんなにね、借金とかは一応はしてないです。ね。はい、これが彼の当時聞いた2018年の貴重なインタビューの音声なんだ。これを聞いて、あっくんはどう思った？なんだろう。現代社会のおじさんの闇みたいのちょっと垣間見えるね。そう、彼は未だに実家済みなんだ。そして何だったら家賃もなければ、食費も払わなければ、光熱費も払わなければ、そういう痛いおじさんの一人なんだね。なんだか他人事の気はしないよね。でもさ、でもだよ。でもそれでもなんで20年以上それでやっちゃってるのさ。そう、ここも疑問だよね。例えばまあ、ボーカルの三木梨がバンドがなんとか存続するためにお金を借りたり、必死に頭を下げてやっている。これはおそらく、立ち上がってやりたい。知ってもらいたい、そういう心の表れなのかもしれない。だけど、ドラマーの三川さん、何もしてくれない。と、彼はよく言っているんだ。後年のインタビューだけどね。死ぬ3ヶ月前のインタビューだけども、彼は何もしてくれなかったんだ。と、後に語っているんだが、だけどその三川氏をなぜ辞めないのだろうね。だからね。そう考えると、ますます謎が深まるな、このコッケンドアっていうバンドは。で、そのバンドは、後年になってこんなことを始めたんだ。よくある失敗パターンの一つ。失敗一つって、なんだい？そう。YouTube 活動。YouTube？そう。あるね。よく。もう、右にもまあ、左にもいけないし、あとは言って視聴者に刺さるコンテンツも作れないし、なんかとりあえず企画考えてなんか回してみようか。こういう軽い考えで YouTube を始めたらしいんだ。もう彼らが30年目でなっても売れないのは確定だね。そうだね。だって2022年に始めてるんだもん。YouTuber ってもうちょい前からいい感じの時にやってるよね。いろいろ彼らはずれてるんだ。楽曲一つにしても、構成にしても、お金の管理にしても、何もかもがずれてんだ。さあ、今回は、新しい疑問、2ピースバンドのコッキングドアがなぜやめないかについて解説してきました。これを見てる多くの皆さんは、多分、バンドマンであったり、音楽関係者であったり、または、なんか冷やかしなのかな、とか思ったりしてますが、もし、この放送を見て、バンドを続けようって思うときは、こうならないように注意してくださいね。それでは、今回はここまで。ゆっくり解説のミケポンとあっくんでした。失礼します。はい、というわけで今回はもう絶対に売れないバンドの解説をしてみたよ。あっくん、これって本当にゆっくり解説なの？わからない。